アロハエコモマイポガティのテリーです。今日は第3回目の配信となります。その前に第1回目、第2回目の簡単なまとめをしたいと思います。ハワイの不動産はコロナ禍でも動いております。特にキャッシュが動いているというお話でした。その配信の後に3件面白いお問い合わせがありました。1つ目は、ハワイに40回以上来てるんですが、いつもホテルに滞在していて、コンドミニアムというものを全く知らないお客様でした。たまたま今日本に2500万円程度のお金があり、ハワイにコンドミニアムを購入してみたいなというお客様でした。ちょうどいいスタジオがワイキキにありましたのでおすすめしたところ、とても気に入っていただいて、今エスクローに入っております。2つ目は、ワイキキにコンドミニアムを持っているお客様で、ローンを支払いができない。毎月経費の方がかさんでしまっても維持ができないというお客様でした。こちらも前回の配信でお話ししたように、維持ができない、資金力が持たないというお客様が今売りに出しているということになります。では3つ目ですが、マッカレーエリアで売りに出しているご夫妻の件ですが、他に建物に売り物がないため注目を浴び、毎日ショーイングをしている状況になっております。そのうちエスクローに入ると思います。以上のように第1回目、第2回目でお話ししたコロナ禍でも不動産が動いている、キャッシュが動いているという3つの事例が実際にありました。さて今回は所有物件を賃貸に出す場合についてお話ししたいと思います。賃貸の形態は3つあり、1つ6ヶ月以上の長期、2つ目30日以上のバケーションレンタル、3つ目1泊から可能なホテル管理、ホテルコンドになります。今日はこの長期のお話のみしていきたいと思います。長期賃貸のメリットですが、固定資産税が安いこと、ホテル税がかかってこないこと、テナントさんが長くいてくれることにより愛着心が生まれ、お部屋の傷みが少なくて済むかもしれないこと、またテナントの身元やクレジットチェックをきちんとすることによって安心してテナントを入れることができます。で、長期賃貸のデメリットですが、単純にバケーションレンタルやホテルに比べ1日あたりの家賃が低くなってしまうという点です。テナントが借りたい物件はまちまちで、1人の学生から家族連れ、車を2台3台持っている方まで求める物件が全然違ってきます。家賃収入を求めて利回りを期待し、ROI 投資額を家賃収入で回収しようと思ってハワイを物件を求めてもそんなものはありません。言っちゃったけどいかなかったありません。ここで強く言ったそんなものはそっか。ありません。家賃収入を求めて利回り、投資額の回収 ROI を求めてハワイの物件を探しても期待できません。またここまでハワイの物件が値上がりしてしまうと、キャピタルゲイン、購入価格と売却価格の差による利益を求めてハワイ不動産を探してもこちらも期待ができません。家賃収入と費用がトントンでいいかなというぐらい欲を出さないくらいがちょうどいいと思います。利回りのあるところはあるんだ。ほとんどダメなんですね。それもう利回り求めて買うのはハワイに来ない方がいいって言いたいですね。実はもうさ、利回りとか数字で金儲けでハワイの物件買ってほしくないんですよね。もうね、買いたい理由はやっぱり個人の好きなことなんですよね。そうですね。お金で買っちゃダメってことなんですよね。もう今ハワイ上がりきっちゃったから、やっぱり1970年80年代社長がやってた時期はみんな儲かった倍になったっていうけど、今倍になんかならないから、無理ですよね。だから本当にハワイが好きな人で、お金が今まで貯めてゆとりのある人とかじゃないと。ではハワイ物件を所有する理由は何が考えられるでしょうか。1つ目、ハワイが大好きなこと。2つ目、
いずれ住んでみたいなという夢を持っていること。3つ目、節税が見込まれる方。4つ目、資産の分散。5つ目、ハワイにお子さんやお孫さんが学校に行っていて賃貸に出すより自分で買ってお孫さんやお子さんが住めるような環境を整えたい方、もしくはその物件をお孫さんやお子さんに残したいなとお考えの方などなど、いろんな理由が考えられます。いずれにしましても今回賃貸のお話をしましたが、いろんなテナントさんがいますが、一番大切なことはお部屋がきれいであること、特に水回りがきれいであること。そうするとどんな形態のテナントでもお部屋を気に入っていただけます。また物件の所有形態、フィーシンプル、土地付き、リースホールド、借地権というものはテナントには一切関係のない情報になってきますので、こちらも心配する必要はありません。では次回はフィーシンプル、土地付き、もしくはリースホールド、借地権、どちらの物件を買ったらいいのかをお話ししたいと思います。今日はありがとうございました。マハロヌイロワ